かっこいいですね。ちょっと履いてみますか。どうぞ。大丈夫ですか。あ、直し。はい。あ、はい。あ、なるほど。鼻を生かしてって感じで大丈夫ですか。同じ形で大丈夫ですか。赤いやつで。そうですね。5500円だけいただく感じですね。今回は。綺麗じゃない。綺麗。常連のお客さんたちがすごく多いんですか？でもリピーター半分ぐらいいらっしゃるんじゃないですかね。いや、うちはもうほとんどオーダーメイドというか、台と鼻を選んでいただいてっていうお客様が多いですね。でそのために遠くから来ていただいてるっていうのがあります。大丈夫です。もうちょっときつくする。はい。きついですか。もうちょっと楽にします。はい。はい、どうぞ改めて。大丈夫ですか。はい、じゃあこんな感じでですね。我々が鼻をすげるものはお客様の足に対して鼻を調節していくんです。そうすることによって、履き心地のいい履物になると我々は考えています。花柄の青いやつつけさせていただいてたんですけど、見てたんですけどなくなっちゃったかどうしようと思って、それだったらせっかくだから下駄にしてみようか、それともちょっと下駄にしようかみたいな、同じのでいこうかどうしようかってとこですね。また別の種類にすると綺麗だなとか思いながら、でもでも下駄にチャレンジしようかなみたいな、ところももういっそのことをお揃いにしちゃうとかそうですね、分かりやすいですね。こういう木とこういったのだとやっぱりその基本足の裏の感触が違うぐらい。そうですね。でもこの、塗りまでいっちゃうと今度弾くような感じになっちゃいますけど、白木だったら汗吸ってくれるっていうのが一番いいところだと思いますね。これも自然素材竹の皮なんで、もう全然吸ってくれますね。足の裏の感触としては気持ちいいと思います。当ててみますか。いいですか。はい、どうぞ。7.5 もうちょい後ろ下がるんで、もうちょっと下がりますね。もうちょい俺の爪のあたりまで、ここまで来ますね。そんな感じですね。なんで結構大変だと思うんです。お客さんの姿を見て足の形、幅が広いな、甲が高いな見ながらやりたいわけです。本当はお客さんがだから来てほしいわけですよ。だからこれは見えないわけじゃないですか。どんな人が履くのか分かんない。足の大きさ22.5 ですって一応いただいてますよ。いただいてますけども、どういう人が履くのか分からないから調節がぴったりにできないわけですよ。だからこうやって目の前で鼻を調節していくっていう話をしながら私がやってるのは通販のものです。一応もう一回当ててみますか。これだったら十分だと思います。じゃあトライしてみようかな。はい、ありがとうございます。そうですね、花を選んでいただくようになるんで。このシリーズ。そうですね、これの青だと思うんですけど。なるほど。ちょっと寄せようとしてるような。こっちの方がいいな。やっぱそれだね。こちらですか。ちょうど今年の新作なんで。あ、そうなんですね。はい、良かったんじゃないかと思いますが。
下駄が似合うシチュエーションですか。まあでもそれはお祭りも似合いそうですよね、やっぱね。の時はやっぱ一番かっこよくなりますよね。すみません、ちょっと下ろしてみましょう。はい、はい、どうぞ。よいしょ。そうですね、履き方として前にこう倒してギュッと入れる感じですかね。はい、大丈夫です。ちょっと歩きましょう。外行きましょう。そうですね、そんな感じで OK ですね。歩くと勝手に前に倒れますので、つま先が当たる感覚があって正しい動きですね。すごいですね。今のその動きで十分なんで、あとはもうこの倒れるっていう動きに慣れてもらう必要があるっていうだけですね。まあでも多分歩き方に癖がないですよね。でもね、下駄のおかげです。膝を曲げずに歩くことができます。はい。よし、じゃあ。いや、いいですね。かっこいいですね。身長が5センチアップします。一応職人さんがいますね。私は特にそこまではやってない。仕上がったものが入ってくる感じですね。仕入れてるだけ。ただその下駄の例えば台と鼻緒っていうのが必要になってくる。鼻を履くために。だからそれを作る人が別なんで、完成した品物で来るっていうよりは、我々が入って鼻をすげないと履けないわけじゃないですか。だからその作業を我々が担ってるっていう。こういう幅のある2枚の刃のある形が一応スタンダードの形かなと思います。ちょっと幅が狭いスタイルがありまして、前がこう斜めになってる形もあり、あとはこういったヘビとかエイなんかもあります。七五三っていう子供のお祝いです。金銀を織り込んだ織物で、仕立てた草履はフォーマル用です。建物は2回だか3回焼けてるみたいですけど、ずっとこの場所でやってますね。本当私にはいつからあるんだかわからないぐらい、もうずっともう生まれてからずっとこの風景ですね。私が6代目になるわけですけども、その創業当時からずっと続くものですね。はい、すみません。簡単な草履っていうか、はい、踊りに使うような。盆踊り用みたいな感じだと、例えばこういうのに、もちろんこれ男物ですけど、赤い鼻緒のとかですかね、ありますよ。はい、足何センチぐらいですか？はい、大体24から4.5。4.5。ちょっと今持ってきますね。あ、また割れてんだ。はい。ちょっと待ってね。急なもの、今日盆踊り？今夜やる。うちのお母さんもね、うちのお袋も、はい。一応こんな感じが、L サイズなんです。LL だともう一回り上になってくるんですけど、こっちだとかかとが結構収まってくる感じになるんです。どっちがいいかなっていうところですよね。自分的にはやっぱ大きい方が。大きい方が、踊りますからね。はい。でちょっとこっちにしておきましょうか。鼻緒どうですか？こんな感じで大丈夫でした？あ、大丈夫。ちょっと緩めんなら緩めちゃいますけど、気持ち。少しだけ緩めて。はい。多分ずっと踊ると思って。はい、どうぞもう一回。感触変わりますよね。大丈夫。はい。じゃあそんな感じですね。あとはこれ履きなじみもありますんで、こんな感じでちょっと履き慣らしてもらって。なんか月末に、ギネスに挑戦っていう。ああ、一斉に踊る。そうそうそう。結構。もうやるんですって。へえ。行くことになって。いいじゃないですか、楽しみがあって。まだやり始めて1年だから。ああ。でも1年踊り続けました。ああ、コロナの時全然できなかったですからね。この間は四日市じゃないけど自由参加で、好きな人たちね、鉄道踊り。すごい大変。外国
人の方って結構このお店に来たりします？外国人は今までほとんどいなかったですけど、コロナのあと今年特に感じますね。我々は履物をこうかかとを出して履く履物ですけど、外人さんはそれを嫌がるから、あそれがだから日本人の価値観だったんじゃないのかな、そのまでの文化というか、そこに何かが見えるような気がするんだけども、実質のところ何もわからないという足元にお金をかけるわけですよ。畳表の目の細かさっていうのがよく言われますね。ちょっと見比べると綺麗かなっていう、それが一番いい表っていう意味で、それぞれいくらをするんですか？こちらがうちの価格で17,500円、南部だと27,000円ですね。これも日本独特だと思うんですけど、履物を脱いで家に上がるわけですよ。履物だけ残るじゃないですか。この姿を見られるわけですよ。例えば旅館とかその料理屋さんにご飯を食べに行きました、そういう係の人が目利きなわけですよ。この人はいいもの履いてきたからお金持ってるなってレストランそういうことですね。だからいい座敷に通そうとかっていうちょっと好待遇を得られる。だから足元にこだわっていいものを履こうとしてたわけですね、江戸っ子は。ここら辺、目の前が東海道なんですね。品川宿って、その遊女たちがいっぱいいたような場所なんですけど、男の人たちが遊びに行きたいわけです。だから遊びに行っていい待遇を受けるために足元にお金をかける。だからここに下駄屋がある。いらっしゃいませ。どうぞ。先日の取っといたセッターがこちらでございますね。ベータ金つけちゃっていいですか？はい。ここで何足の下駄を買ったことがありますか？ほぼ毎週通っていただいてる。毎回増えていってる。80あります。 80？今数えたら80。なんでだろうね。好きなんですよね。好きですね。日本だと一期一会っていう言葉がありますよね。今この花を気に入って気に入ったのに買わないと次に来た時にはないかもしれない。80個買ってる中にお家まで持って帰るんじゃないですか？だいたい履いてるのは10足ぐらい。気が向くと新しいっていうか買って取っておいたのを出して履いてみたりとかするんで、やはり気に入ったのはいつも履いてる、履く頻度が多いっていうか、こちらのお店に来るときにはこれ履いてくるとか慣れるとこれでもちゃんと走れるんで本当ですか？だからこうやって走らないですね。こうやって走るんですよ。これは日本の伝統的な走り方？古い、そうですね、古い武道とかやってる人は膝を抜いてカクッと、力を抜いて、もう上半身あまり揺らさないようにして
だからこういう走り方はしないんですね。こういう走り方なんですね。かっこいいですね。ちょっと履いてみますか。よいしょ。はい、ありがとうございます。これで大丈夫ですか。いつも通りいつも通り最高っていう感じですうん、これは普通の履き方に見えますか。どういうところが普通ですか？例えばその監督さんがどうやって履きましたか。ここまで入れる人、私はここまでしか入れない。そう俺もここまでしか入らないように鼻緒が今こう調節されてるからここまでしか入らないんですけど、緩いのを履けばこう入るわけじゃないですか。イメージこっち奥までギュッと入ってしまう方がむしろ足に合ってるんだと感じてくれる人の方が多い。だからどっちかというと緩めにすげる傾向にある。で特にその初めて来た人とかあんまり経験がない人にとってはこっちの方が履きやすいと感じていただくことが多い。中島さんの場合はもうきつめの。そういうことですね。だからエキスパート仕様になってるわけですね。エキスパート。エキスパート。はい。上級者いやかっこいいと思います。大丈夫ですよ。全然かっこいいですよ。男の人が赤い裏を描くのはなかなか色気があって私は好きですよ。なるほど。白は白でいいですけどね。これで行きますか。行きますかって店員みたいなこと言ってますけどただの客です。じゃあちょっと両方履いて少し歩いてみましょうね。父についてきてでも欲しくなったから買ってもらいました、渋いところかわいいかわいい。でもなんかどういった場合で下駄を履かれるんですか？なんか近所に買い物に行く時とかちょっとラフな時に使おうと思って、ちょっとじゃあ調節しちゃいましょうか。そうですね。はい。よいしょ。あ、すみません。いいですか。こっちじゃあ借りまどっちす。こんなにいっぱいいると思わなかった。何足買ってるから言わないようにしてください。言わない方がいいですか？一応まあバレるかもしれないけど奥さんにはバレないように。そうね、仕事部屋にいっぱい積んであるからバレると思うんだけどバレてると思うんだけど。それはあんまり関係ないですね。母親が着物の仕事をしてて、子供の頃から、こういう下駄なりセッタには親しんでましたね。今はもうやってないお店ですけど、おじいさんがやってたんで、もう店じまいしちゃって、ちょっと寂しいですね。あそこに置いてある東京履物生命研究会という看板があるんですけど、はい、ちょっと時代を遡って、いただけると靴がない時代になっていくので、これは親父がやってたので、私は何もわからないですね。要は進化させていこうとするのか、それもしくは時代を研究していく方向にやってたのか、ちょっと私にはわからないですけど、その方向しかないんじゃないですか。
私は全くわからない世界ですね。ごめんなさい。知りたいというのは何歳頃から、お父様と一緒にこれの技術とか並び始めたのですか？いや本当に大学卒業して、からですね。今年が15年目かなと思うんで、14年は一緒にやってきたんじゃないですかね。大学の専攻は何でしたか？動力機械って言って車のエンジンです。動力私は3人兄弟いて、兄貴と姉といるんですけど、どっちもここを継がなかったので、でじゃあやろうかって感じですね。私は昔話を調べるのが結構好きで、履物についてまだまだ全然知らない部分が多いので、それについて調べてるうちに履物じゃないんですよね。履物を通り越していく、その日本人の考え方とか、そう考えてきたんだっていうことがなんかこの履物から伝わってくるっていう感覚を今あるんですね。こういった業界というかギター屋さんというか、なんかどのぐらいまた生き続けますか？どうなんでしょうね。あともう5、6年じゃねえかって言われて結構経ってる気がしますけどいやよく言われることですよ。私がこのお店を続けるっていう意思を固めていたとしても、それを支えてくれる職人さんがいなければお店を続けることすらできない。品物がなかったら売るもんないじゃないですか。花を作ってくれる人、雪駄を作ってくれる人、下駄を作ってくれる人、草履を作ってくれる人、全部別なわけですよ。そういう人たちがどんどん高齢化している、80、90現役で頑張ってる、そういう状況なわけですよ。だからあと5、6年で自然に状況は変わっていくよねっていうのが考えられている。すいません。はい。はい。そうですね。もう今これが結構作れなくて、うちもやめちゃってる状態なんですけど、もしなんだったらちょっとお預かりさせてもらって、この底を張り替えるぐらいのことはやらせてはいただきますけど、今使ってない。だから台取り替えましょうっていうわけにもいかずにだったらこのまま。そうですよね。あれはもう多分2年か3年ぐらい入ってると思います。足に馴染んでくるみたいなのもあるし、でちゃんと修理できるものなので、それをわざわざ新しくっていうの直せるものはやっぱり直して使いたいかなと、使えるまでは、はい、そういう感じですか。私のではないんですけれども、以前に贈り物としてプレゼントしたもので、はい。すでにその日本人が着物ではなくて洋服に生活が変わってきているので、
基本的には本当もう着物を着る人はだいぶ限られてるんじゃないかなと思いますけどね。今日私たちもここで撮影させていただいている間に、こんなにもみんながそういう素敵な笑顔で靴下駄を購入すると見て、それがいい現象。それはもちろん私にとってもありがたいことで、いやこんなにいろんな遠くからわざわざここにこの小さなお店にめがけて来てくれるっていうのはすごくありがたいことですよ。もうそれ以外何もないですよ。そのためにやってるんですから。